皆様こんにちは。過去に何度か取り上げていることですが、JR 西日本の近畿の車両には、独特の路線図が掲載されています。列車種別ではなく、路線で色分けされていて、種別の色が黒い四角に書かれていたり、路線記号が目立っていたりすることが特徴です。今回は、近鉄の車内の路線図を JR 西日本のスタイルで作っていきます。合計3つの路線図を作りますが、この動画でお見せするのは、主に1つ目の路線図を作っている様子です。1枚目として、奈良、京都、橿原線の路線図を作ります。今回使うソフトはインクスケープです。まずは、駅を配置していきます。画面の英語のフォントはノイエ・フルティガーワールドです。フルティガーというのは、世界中の空港や駅で使われる見やすいフォントで、バージョンが複数あります。JR が路線図の英語に使っているフォントもおそらくフルティガーですが、どのバージョンであるかは私には分かりませんでした。日本語のフォントは UD シンゴです。これは、シンゴというフォントを見やすくしたものです。JR 西日本が路線図に使っているのはおそらくシンゴであり、少なくとも UD シンゴではないのですが、制作者は UD シンゴの方しか持っていないので、こちらを使います。駅を複製していきます。一旦、大和西大寺までの駅の数だけ用意した後で、駅番号や駅名を入れていきます。なお、先ほどから JR 西日本の路線図という表現を用いていますが、この形式の路線図を作っているのは、iDesign という会社です。以前の動画でもお伝えしたのですが、iDesign は鉄道や空港のデザインで実績のある会社です。例えば、少し前まで東海道新幹線で使われていた発車表もiDesignが手掛けたものです。JR 西日本は2015年の路線記号ラインカラーの導入に合わせてiDesignによる路線図や案内板の設置を始めました。ちなみに、それ以前に使われていた路線図はこんな感じでした。京都線や橿原線などについても同じように駅を配置し、駅名を入力していき、阪神電鉄に乗り入れる区間も作成していきます。JR 西日本のこのスタイルの路線図で他社への直通が表されたことはないはずですので、他社の路線をどのように表すのが正解かはわかりません。ただし、ここでは先ほどまでと同じスタイルで作成します。ここで少し近鉄について説明いたします。近畿日本鉄道、通称近鉄は、日本の私鉄の中で最も長い路線網を持ちます。近鉄が通る主な場所は、大阪、京都、奈良、伊勢志摩、名古屋です。近鉄は特急で有名で、大阪と名古屋を結ぶ火の鳥やアーバンライナー、伊勢志摩への観光列車の伊勢志摩ライナーや島風などがあります。近鉄の特徴の一つとして、車両形式の分け方が細かいことが挙げられます。例えば、これらの見た目はほぼ同じですが、これらの形式は、近鉄のホームページでも、多くの鉄道関連の書物でも区別されています。近鉄にはこれ以外にも、細かな車両形式の区別が多いです。路線図の制作に戻ります。現在は乗り換えを書いています。近鉄と JR 西日本のローマ字表記には違いが一つあります。近鉄は1文字の長母音にマクロンをつけませんが、JR はつけます。阪神電車や京都市営地下鉄もマクロンをつけていません。これに倣って、この路線図ではマクロンをつけていません。また、関西の主要な私鉄は、阪急電車や阪神電車など、何々電車と呼ばれ親しまれています。この表記は JR 西日本の路線図でも採用されており、現在作成している路線図もこの表記で乗り換えを表すことにしています。線を引いていきます。乗り換えのところに引いていき、路線のところにも引いていきます。
現在は横線を引いています。この後車線も引くのですが、グダグダになったので、ここでは割愛します。こちらは、車線を引いた後の大和西大寺付近です。表し方は、JR 西日本の路線図の尼崎の部分を参考にしました。車線を引き終わった後は、路線図の説明欄を加えていき、さらに、黄色と白を見分けやすくする仕切りなど、細かい部分を加えていきます。これで、一つ目の路線図が完成しました。この後は、2枚目の路線図として、大阪・名古屋線などの路線図を作ります。先ほどはグダグダになった車線の作成も、少しは手際が良くなりましたので、それをお見せします。ここで、今回引く車線について、補足説明をします。JR 西日本の車線の傾きは、横線を60度回転させたものです。また、横線も車線も、同じ間隔を空けて並んでいます。今回は、2本の線の距離を保ちながら線を引きます。例として、この赤いところに線を引くことを考えます。まず、角の2等分線を引きます。次に、新たにできた交点を通るように、元々の車線と平行な線を引きます。これで、求める車線を引くことができます。では、実際にやってみます。横線から車線に変わる部分のカーブはあらかじめ作っています。先ほどの作図は、ガイドで行います。画面には映っていませんが、ガイドをダブルクリックすると、このような画面が出てきて、角度を度数法で指定できます。余談ですが、この車線の傾きをプラスマイナスルート3と表すことがあります。これは無理数であり、グリッドの交点を結ぶことでは、決して作ることができない傾きです。これ以外のところは、先ほどと同じ感じですので飛ばします。完成した2枚目の路線図がこちらです。3枚目は、南大阪線の路線図を作りました。それがこちらです。南大阪線とそれに直通する路線は、ラインカラーが同じです。しかし、JR 西日本のスタイルに倣って、ラインカラーを別にしたものも作りましたので、最後にそれをご紹介します。今回作成した路線図は、説明欄の URL から確認できます。必要に応じてご参照ください。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。